こんにちは。日本語クラスです。皆さん、いつも私の YouTube を見てくださってありがとうございます。今日は皆さんとちょこっと読解、ちょこっと読解 N1 練習をしたいと思います。はい。ちょこっとっていうのは可愛いですね。チョコみたい。ちょこっとは少しの意味です。少しね。はい。皆さんは多分読解が好きじゃない好きじゃない嫌いだという人がやっぱり多いと思います。はいね、わかります気持ち難しいですからね。はい、ですが試験には出てしまいますので、今日ちょこっと一緒に練習してみましょう。はい、それもレベルが一番上の N1。 うわーってね、嫌だってね。はい、嫌ですね。私も嫌だ嫌だけど、でもテスト出るから、はい、ちょっとやってみましょう。ちょこっと。はい。ですね、で、全部わかんなくていいんです。大丈夫、大丈夫。はい。そしたらまず、今日こう問題あるんですけど、先にね、なんだこれは、なんだこれはって思って練習してもあまり意味がないので、少し、テストについてちょっと説明しますね。N1 という JLPT の読解のセクションは問題がいろいろありますよね。で、それが問題の種類が6あるんですね。6。で、ここを見てわかるようにですね、短い文が、1つじゃなくて4つ出ると。で、少し長い文が3つ出て、あとは長い文が出ますね。で、最後は情報を探すというのですね。情報を探すのはそんなに皆さんは難しくないと思います。ね。そして、今日は私とはこの短い文をちょっとやってみましょう。ちょこっとね、ちょこっとです。はい。で、だいたいこの短い文は220字、文字の数です。字の数がだいたいこのぐらいなんですね。そうそうそう。だから今日はだいたいこのぐらいの、でももうちょっと少ないぐらいので練習してみようと思います。ちょこっとだから。はい。一つですよ、問題一つね。はい、じゃあやってみましょう。今日はこの書いてあることね、1ページ、2ページ、3ページあります。はい。で、今日最初に全部読んでみます、私。で、どのくらいわかるかなというのをちょっと自分でチェックしてみるといいかもしれませんね。それから一緒にちゃんと読んでいきましょう。確認しましょう。で、今日の話の難しさね。難しさレベルがいろいろありますよ。 N1 の中でもうわこれ難しいっていうのと、これはそんなに難しくないっていう問題が本当にテストにいろいろ出るんですね。で、今日の問題私とやるのは、5つ一番5つが難しい。星5つ一番難しいけど星3つぐらいだからまあまあ難しいってことですね。はい、じゃあ読んでみましょう。いきますよ。もう見たくないですって人は耳だけで聞いていいし、読みたいって人は一緒に私と、漢字の読み方とか意味とか分かるかなっていうのをチェックしながら、全部読んでみましょう。まず全部最初に読みますね。いきますよ。はい、最初はこれ。生徒が自ら学ぶ場合、指導者はいらないという仮説は自己学習の自立性を前提としている。はい。そして次いきます。今日は読み方一つも書いてないですからね。はい、いきます。インターネットでの情報収集は可能だが、指導者は知識の体系化や批判的思考の促進など学びを深める重要な役割を果たしている。はい。そして次が最後です。完全に一人で学習できる状況は理想ではあるものの、現実には指導者のガイドが学びをより豊かにする要素だと言える。はい、ここまででした。はい。
ちょっと強度は本当の試験の短い問題よりちょっとだけ短いです。もっと短いです。だから本当の試験はもうちょっと長いです。はい、このね短い問題のねよりもちょっと長いのが試験に出ますね。はい、じゃあ行きましょう。どのくらい分かったか。はい、じゃあ1ページずつ確認します。生徒が自ら学ぶ場合、指導者はいらないという仮説。はい、最初にテーマが書いてあって少し分かりやすいです、この話は。はい、生徒が自ら学ぶ。自らっていうのは自分の字ですよね、これ。だから自らっていうのは自分でって意味です。生徒、学生ですね。生徒が自分で学ぶ場合、学ぶ、勉強するですね。自分で勉強する場合、指導者はいらない。指導者は教えてくれる人、先生のことですね。もちろんこれ学校の先生だけじゃなくてもいいんですよ。何か趣味で何かを勉強している。で、それについて詳しい誰か、隣のおじさんとか自分の親とか、そういうのでもいいです。その人も指導者になりますね、教える人だから。で、だけど学生さん、勉強してる人が自分で勉強する場合は先生はいらないという仮説っていうのはそういうことがあるかもしれないと考えることですね。仮説は自己学習の自立性を前提としている。自己学習、自己は自分のことですよね。自分で勉強することの自立性、これは本当に難しいですね。 N1 レベルのいい語彙ですね。これね、覚えましょう。自立性と言います。性と言ったらね、もう知っていると思いますが、何かの特徴ですよね。例えばとても心配してしまう人は心配性っていうし、はい、何々症、不安症とかね、不安になりやすい症とかね、症ですこれね。自立性、ここでは性と読むけど、そうだな、これ自立っていうのは自分でやるってことです。自分でやる。他の人に教えてもらうとか、頼る。分かんないから教えてくださいとか、そういうこともしないし、自分でやりますって。自分で決めたことだから自分でやりますっていう時のがこれ、自立性です。はい。で、自己学習の自立性を前提としているっていうのはよく JLPT に出てきますね、言い方。この条件があるからこれでやります、これでしますってこと。だから前提、例えばそうですね、 JLPT は特に条件がないんですよね。試験受けるとき、例えば N1 受ける人は N2 を持っていないといけません、合格していないと入れませんということはないから、N2 の合格を前提としているとは言わないです。何もテスト受けたことない、合格してないけど N1 を最初から受けるっていうことはやってもいいですよね。だから前提としているとは言えなくて、例えば何々を前提、何かの条件って思ってください。何かができているから次のことができるんですっていうこと。なのでここでは、学生が自分で勉強するっていうのは先生いらないんじゃないですか、自分で勉強するから先生いらないんじゃないですかという考え方は、それは、自分で勉強する、という自立性だから、自分でやるっていう気持ちがある、そして自分で行動できる、それができるっていう、その自分でできます、一人でできますっていうことがあることが条件ですって言ってる。もっと簡単に言うと、もう勉強したいんですから別に先生いらないってこと。 JLPT の勉強でもいいですよ。例えば
例えばJLPT の勉強したいとか漢字の勉強したいとかね、漢字って綺麗だから書いてみたいっていう人結構ヨーロッパでとかアメリカとかでもねいらっしゃいますよね。でも書きたいけど先生に教えてもらわなくていい、見て自分で同じように書けばそれでいいです、自分でできるっていう場合で、それはもう自分でできる、自分でやってみたいって思ってますよね。だからそれが学習の自立性です。その気持ちを持っているってことがここの学習の自立性に入ります。これですね。でも自立性がない人の場合は学校に通ったりするんですね。例えばもう自分一人じゃできないからもう3日しかできないんです、4日目からはもうやりたくないって思います、いつも失敗するんですって人はちょっと自立性が弱かったり、または自分でもやりたくないんだけど親がやりなさいと言ってるから勉強しますっていう人、その人はあまり自立性はないですね。なのでそういう人は先生が必要です。だけどいや自分でやりますって人は先生いらない、そういう話。これがまずテーマです。そして、次行きましょう。インターネットでの情報収集は可能だが、ここですね。ここは簡単ですね。インターネットで何か情報を集めることはできますが、できるけど、指導者は知識の体系化や、ここ難しい。先生は知識は大丈夫ですね。knowledge です。知識の体系化という言葉はかなり難しいですね。これは何かを知識では持っている、これはこうなんだって知ってるけど実際に使えないというのは、それは体系化していないです。知識もある、でも知識もあるし、その知識を実際自分で使えるというのが体系化です。だからどうしても例えばとっても頭のいい子供で自分でいっぱい本を読んでる、だから知識はいっぱいあるんだけど経験とか実際その知識を使って何かをやっていない、やったことがないとそれは実際すぐ使えないですよね、その知識は。だからその子供の知識はまだ体系化してないんですね。こういうことがあるんですね、分かりました、知りました、ここでっていうだけ。だけど先生がいると、教えてくれる先生がいると、こういう知識を教えてもらうだけじゃなくて、先生が例えばこれはこういうふうに使えるよとか、その本に書いてないこととかを教えてくれたり、実際授業の時にじゃあ何々を実験してみよう、やってみようとかで、実際に一緒に先生とやって、本当だっていうふうに体に入ってくる、知識が体に入ってくるっていうことが先生がいるとできますねと言ってる。これができるし、批判的思考、これはでもちょっと分かりやすいかもね。批判は分かりますね。何かの意見に賛成しますじゃなくて反対する。いやちょっとその意見はみんないいですねと言ってるけど、私はそれはちょっとここの部分は良くないと思います、どうします、そのままでいいですかとか、良くないところを見つける力とか、良くないことを良くするように考える力、その考え方ですね。そういう批判的な考え方、思考って読みます。これ思考です、考え方です。思って考えるってね。だから本当にそれでいいのかなって考える、その力ですの促進もすごく大事ですね。もう N2 から大事な言葉なんですけど、促進はその何かの能力をどんどん高める、高くするっていう意味です。促進する。だから、高くするのはこの体系化とこの批判的な考え方を高くするっていうことですね。それを先生がいるとできると言っている。で、学びを深める重要な役割を果たしている。
はい、勉強するときに、もっと深いところまで理解する重要な役割だから、重要な役割を果たしている。果たすはするってことです。達成するでもいいです。達成するも N1 の語彙ですね。重要な役割をしているってこと。誰がしてるかといったら、それは指導者はです。先生はってこと。もう一回簡単に言うと、これは前からつながっていて、先生はいらないんじゃないですかという意見があるけど、インターネットで情報はいろいろ集められます。そうですね。でも先生がいると、いろんな知識が、もっと具体的になる。もっと体に入ってきたり、いろんな考え方がもっとできるようになるから、先生というのはすごく大切な人なんですよと言っている。だから一人でね勉強できるんですけど、確かに今インターネットでねいろんなことを勉強できるんだけど、先生というのはやっぱりいるともっと、理解が深まるってことですね。深くなる。はい。そして最後ちょっと言ってみます。ここねそんなに難しくないと思います。いきますよ。完全に一人で学習できる状況は理想ではあるものの、はい、ここまで、完全にですね、100% ですね、一人で学習できるはもちろん学生が一人で勉強できるそのシチュエーション、状況はもちろん理想というのはそうなったらいいですねってことです。それがいいですね、その状態がいいねってこと。理想ではあるものの、これは文法ですね。大事です。あるもののって言ったら、これはですが、でもの意味です。しかしの意味です。何々ではあるものの。知らない人は、文法の本見てください。これ N2、N1 どっちにも書いてあるかもしれない。はい。何々あるもののです。ですが、でもです。現実には、実際はですね、指導者のガイドが学びをより豊かにする。豊かっていうのはもっといいものにするってことですね。いいものにする要素だと言える。要素っていうのは何かの、一つのポイント、大事なことって思っていいと思います。はい。だから一人で勉強できるのは確かにとてもいいんですが、実際は指導者のガイドだからこう連れて行ってくれる、教えてくれるってこと。先生が何か教えてくれて、勉強するともっとよりっていうのはもっともっとの意味ですね。もっと深く勉強がよくわかるようになる。または、本に書いてないインターネットではわからなかったことが先生がいることで、先生から直接教えてもらうことで、もっとわかるようになるっていう意味です。で、だから先生がいるとその理解が、学びが、勉強がもっと深くなる。すごく大事な人だと言えます。そうですっていうこと。言えるっていうのはそうですねっていう意味です。はい。っていう話でした。はい。どうだったでしょうか。ねえ、難しいかもしれないけど、今私と一緒に読んで少しでも分かればいいんです。はい。20% でも 30% でもいいんです。はい。全然分かんなくても漢字の読み方今ちょっと覚えると、今日のは N1 の漢字たくさん出てましたので、はい、この自立とかね、はい、覚えておくとまた少し合格に近づきますので、漢字もねもちろんテスト出ますからね。はい。ということで、もっと私の YouTube チャンネルでもいろいろ勉強できます。はい。読む練習 N1 のレベルのものも YouTube にあるし、あと合格の方法というのを前に説明しました。これとか、
リーディングはどうやったら合格するかというのね、チャンネルにありますので、じゃあ今日リンクを、コメントに書いておきます。ぜひ見てみてください。これはね、毎年皆さん見て、使ってもらってますので、そしてもっともっと詳しく勉強したいという人は、私のオンラインレッスンでビデオありますので、N1 と N2 ありますので、ぜひ使ってください。これ見て毎年たくさんの人がJLPT に合格してます。そして、プライベートレッスン、私のプライベートレッスンで、読解を一緒に私と勉強している人もいます。試験近いので、読解だけじゃなくて他の文法とか漢字とかも一緒に勉強している人もいます。いろいろです。よかったら使ってください。詳しくは私のオンラインレッスンのリンクを見てください。リンクは今日のコメントのところに書いておきますね。そこからいろいろ見られます。一緒にぜひ勉強して合格しましょう。頑張りましょう。